こんにちは。ゼロから宅建士第15回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は意思表示について学びました。今回のテーマは制限行為能力者です。未成年者や成年非合、チリオなどを学びます。契約を取り消せる場面を整理していきます。騙された相手方を守る仕組みも扱います。まず、今日の全体像を確認します。制限行為能力者には4つの種類があります。未成年者と成年非護、ミッドです。そして、非補佐人と非補助人です。それぞれ守られ方が少しずつ違います。主張子と追認のルールも学びます。最後に相手方を守る仕組みを整理します。はじめに制限行為能力者とは何かを確認します。行為能力とは一人で契約を結べる資格です。判断力が十分でない人も世の中にはいます。そうした人が不利な契約をすると大変です。そこで法律はこれらの人を保護します。保護の方法は契約を取り消せるようにすることです。取り消せば契約は初めから苦ったことになります。この主張子が今日の中心となるキーワードです。一つ目は未成年者です。未成年者とは18歳未満の人です。成年年齢は18歳に引き下げられました。未成年者を守るのは親などの法定代理人です。原則として契約には法定代理人の同意が必要です。同意のない契約は後から取り消せます。法定代理人には同意権と代理権があります。本人に代わって契約を結ぶこともできます。ただし、同意なしでもできる行為があります。一つ目は、単に利益を受けるだけの行為です。負担のない贈与を受けることなどが、これにあたります。二つ目は、お小遣いを使うことです。使って良いと許された財産は自由に処分できます。三つ目は、許可された営業に関する行為です。これらは取り消すことができません。利益になる行為まで取り消す必要はないからです。二つ目は、成年非護ティミドです。判断力を普段から欠いている人です。家庭裁判所の審判で定められます。守るのは成年後カミ人です。日用品の購入など日常の行為は取り消せません。それ以外の契約は原則として取り消せます。ここが大きなポイントです。後見人の同意を得ていても取り消せます。本人が同意通りに行動できるとは限らないからです。なお、成年後面人には代理権があります。三つ目は、非補佐人です。判断力が見ずるしく不十分な人です。守るのは補佐人です。非補佐人は原則として一人で契約できます。成年非護未知とよりも判断力があるからです。ただし、重要な行為には例外があります。重要な行為には補佐人の同意が必要です。同意のない重要な行為は取り消すことができます。同意が必要な行為をいくつか見てみます。民法13条1項にまとめられています。まず、お金を借りたり保証人になることです。次に、不動産など重要な財産の売り買いです。建物の新築や増改築もこれにあたります。贈与や相続の承認放棄も含まれます。大きな財産が動く行為と考えるとわかりやすいです。これらは非補助人でも問題になります。四つ目は非補助人です。判断力が不十分な人です。四つの中では一番判断力があります。守るのは補助人です。非補助人も原則として一人で契約できます。同意が必要なのは限られた行為だけです。家庭裁判所が審判で特定の行為を定めます。その特定の行為にだけ補助人の同意が必要です。なお、
補助開始の審判には本人の同意が必要です。ここで4つの類型を比べてみます。見るポイントは同意権と代理権です。未成年者では法定代理人に両方あります。成年庇護キニトでは後見人に代理権があります。ただし、後見助士同意権はありません。被補佐人では補佐人に同意権があります。補佐人の代理権は原則としてありません。被補助人では審判で定めた範囲で権限を持ちます。合憲人だけ同意権がない点が引っ掛けになります。この下で権限の違いを整理してください。次に主張子と追認を整理します。取り消せるのは本人だけではありません。法定代理人や補佐人補助人も取り消せます。制限行為能力者の本人も一人で取り消せます。取り消すと契約は初めからなかったことになります。反対に追認という方法もあります。追認とはその契約を認めることです。追認すると契約は確定的に有効になります。もう取り消すことはできなくなります。ここからは相手方を守る仕組みです。取り消せる状態は相手方にとって不安定です。そこで相手方には催告権が認められます。催告とは1ヶ月以上の期間を定めて返事を求めることです。まず、能力者になった本人への催告です。返事がなければ追認したものとみなされます。法定代理人などへの催告も同じです。返事がなければ追認とみなされます。一方、被補佐人や被補助人の本人への催告は違います。同意を得るよう求め、返事がなければ主張子とみなされます。相手方を守る、もう一つの仕組みです。制限行為能力者が詐術を使うことがあります。詐術とは、能力者だと信じさせる嘘のことです。例えば、嘘の年齢を告げる場合です。詐術を使ったときは、契約を取り消せません。自分から騙した人まで守る必要はないからです。保護される資格を自分で失うわけです。この場合は相手方が安心して取引できます。ここで今日のクイズです。制限行為能力者について正しいものはどれでしょう？ A は成年庇護未知とは同意を得れば取り消せないです。B は未成年者が贈与を受ける行為は取り消せるです。C は詐術を用いたときは取り消せないです。少し考えてみてください。正解は C です。詐術を使った人は保護に値しないからです。A は誤りで後見人の同意を得ても取り消せます。B も誤りで利益だけを受ける行為は取り消せません。今日のまとめです。制限行為能力者は4つの類型がありました。未成年者と成年庇護未利です。そして被補佐人と被補助人でした。成年後近所には同意権がありませんでした。ですから、同意を得ていても取り消せます。取り消すと初めから無効、追認すると有効でした。相手方は催告権で返事を求めることができました。詐術を使うと取り消せなくなる点も大切です。次回も権利関係を続けます。第16回のテーマは代理です。なおね、無権代理、法権代理を学びます。自己契約や双方代理の禁止も扱います。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。